こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は手帳と一緒に使うと楽しい文房具を紹介していきます。半年前から始めた日記帳が徐々にパワーアップしていって、いろいろな文房具を使うようになっていきました。で、元は万年筆の練習として始めた日記だったので、万年筆周辺アイテムは紹介してきたんですが、他のアイテムをじっくり紹介する機会がなかったので、一押しだけをここで紹介しようと思います。一部アイテムを除き当店で取り扱っているので、概要欄などから詳細ご確認ください。まず一つ目はチラッとインデックス S 緑から308円、2シート入りでシールは48編入りです。当店で取り扱いがあるものは数字が書いていないタイプと1から12までの月ごとに見出しを作れるタイプです。商品説明としては手帳カバーからはみ出しにくいチラッと見えるインデックスです。どういうことってなりますよね。今回は私が実際に使っているこの日記帳で実演していきます。MD ノートジャーナル1日1ページというものを使っており、これにはインデックスシールが元から付属しています。なので試しにこれと今回のチラッとインデックスをどれぐらい差があるのかっていうのを比較しようと思います。チラッとインデックスはペットフィルム製なので、紙製のインデックスよりはかなり扱いやすいと思います。また飛び出し部分が 2.5mm なので、インデックス自体が傷みにくく綺麗に使い続けることができます。目印程度のインデックスであれば、このチラッとインデックスが長持ち綺麗、邪魔にならないっていうのでおすすめです。ノートについていたインデックスと比較しても飛び出してる部分が半分ぐらいしかないのがわかりますね。次はこちらのアイテム、ショート動画では紹介していましたが、長尺動画に出てくるのは初めてかもしれません。10の仕事道具店オリジナルミニ下敷き英語サイズ1枚550円です。現在は当店のオンラインショップか実店舗のみ購入が可能です。福岡に住むクリエイター2人とコラボしてできたデザインで、柄の一部に名前がついてますよ。お二人、スーさんとひじきさんという方のクリエイターのSNS リンクは概要欄に置いておきます。また4柄のうち、こちらの2柄には右側にミリ単位のメモリがついています。簡易的な定規代わりになるので、これもすごく便利です。私は筆圧が高いので、ページ数の多いノートとか柔らかい紙の場合は次のページに筆跡が響くことも多いので、この英語サイズの下敷きを使っています。ちなみに見出しがついているので、しおり代わりにも使えますよ。他にもマステを出しすぎちゃった時とか、シールを間違えて台紙から剥がしてしまった時は、下敷きの裏側に貼り付けておいて、次に使う時まで一時保管をしておけます。実は英語サイズの他にB6 サイズの展開もあります。自分がよく使うサイズの方を選んでくださいね。次はスワテリエのプランデコデイリープランの付箋です。韓国の文房具なんですが、デザインがやっぱ日本のものとはなんとなく違う感じがしますよね。もう色味もすごい可愛いんですけど、ハート型とか六角形の付箋はそのまま手帳デコとして使えます。粘着力自体はそんなに強くないので、貼ったり剥がしたりを何とか繰り返しちゃうと固定できなくなっちゃうと思います。なので、糊とかテープ糊とかと一緒に使うのがおすすめです。ここからは実際に日記帳を書くシーンで説明していきますね。私は日記に今日の嬉しかったことトップ3と今日学んだこと一つを書き込むようにしています。理由はページが大きいので、その日あったことを単純に書いてるだけじゃ埋められないからという理由です。今回はハートの付箋と六角形の付箋を使ってデコっていきます。そしてここで要注意。この付箋万年筆のインクに対応していなくてインクを弾いてしまいます。なので付箋の中に書き込みたいときは油性ボールペンなどで書き込んでくださいね。私はそんなこともつゆ知らず万年筆で書き込んで、この後こすりまくって大変な目に遭っています。落ち着いたカラーと大胆な形のおかげで日記が映えました。いい感じですね。次はこちらのスティックのりグルーシワなく綺麗コクヨから1本165円です。こちらは塗る面が四角形になっていて、隅まで塗ることができます。
もう一個お気に入りの点がシワなく綺麗っていうね、機能の部分ですね。こちらの糊は水分が少なめな分、アルコール成分を含んだ糊になっていて、薄い紙などでもシワなく綺麗に貼ることができます。水分量が多い糊とかだとノートとかあと添付物がね波打っちゃって水分をね吸ってね波打ってしまって見た目が悪くなっちゃったりとかノートがね無駄に分厚くなるんですけど、それを防ぐことができるので気に入って使っています。次はこちらのスタンプです。おとととと、いつもねカットしてますが、カメラ越しに手を見ているせいかかなりのね頻度でこんな感じでやってます。ポチッと6子供の顔というメーカーから1本990円です。6柄がこの1本に入っていて、浸透インタイプなのでインクパッド不要、このまま押すことができます。仕事の予定やシフトの予定が1本にまとまった仕事で使えるタイプだったり、健康ログまたは計画に使える便利な柄があったりとか、あとは勉強とかちょっとしたデコレーションの時に使いやすい文房具柄などがあります。さて、どう使うかこの形から想像できますか？まずはね、蓋を外します。そしてスタンプしたい柄をポチッと押すと、こんな感じで印面が押し出される仕組みになっています。押し心地がね、結構病みつきになりますよ。これを紙の上でやるとスタンプすることができます。では早速やっていきます。今回使うのはまずはシンプルな文房具柄。蓋を外した状態では紙の上に乗せてもねまだインクがつくことはありません。じっくりとねどこに押すか悩むことができます。で、もう一箇所同じ場所にクリップ柄を押していきます。さっきね押す場所をじっくりと検討できると言ったばかりで恐縮ですが、私ぐらいのね不器用になるとねそれでもねずれます。なんでなんですかね。まあそれも味ということでそのまま書き進めます。クリップを2つね使って紙を吊り下げてるような感じのデザインにしました。で、中に文字を書き込みました。ちなみに他の柄はカラータイプもあります。こちらのシンプルなマーク6柄はいろいろな柄の模様を押すことができて、手帳がパッと華やぎますよ。ワンポイントにいい感じ。次は2つまとめて紹介していきます。1つ目は見出しパンチ詰めかけサンスター文具から770円です。3.5cm 四方でとても小さいながら手帳に欠かせない便利なアイテムです。使い方は2通りあります。まずは手帳にインデックスを作りたい時に使う方法。紙の一辺を平行に詰めかけパンチを奥までグッと差し込み、しっかりと押し込みます。日記であればね、月始めとか仕事ノートであればカテゴリーの最初のページなどをかけさせておくことで、次のページにね、見出しを書き込んで、で目的に近いページをこんな感じで開くことができます。もう一つの使い道は紙の隅をかけさせる使い方です。ページや紙のね角を詰めかけの奥まで差し込んで強く押します。私の使っている手帳にはもともとねこの機能がついていて、使ったページの隅をこんな感じでかけさせることで次使う時に未使用ページを一瞬で開くことができます。開きました。ちょっとね分かりにくかったかもですが、辺をかけさせると目次になって、隅をかけさせるとしおり代わりになります。で、かけさせるのではなく角を取るのがこちらのアイテム、角丸プロ1078円サンスター文具からです。こちらはちょっと当店では取り扱いがないのですがおすすめなのでねちょっと紹介させてください。四角く尖った角を角丸にするアイテムなんですが、 S、M、L の3つの丸みが用意されています。ではこの写真の角をねM の角丸にしていきますよ。写真は天人形です。紙粘土で手作りで作ったやつです。角を差し込んでグッと上から力を押すとパチンと音がします。そうするとね綺麗に角に丸みができています。プリクラの超初期の頃ってこんな感じで角丸でしたよね。わかる方いますかね。多分20年くらい前のやつで、当時ねダイソーとかにあった気がします。
はい、次は S の角丸試してみます。差し込み口を変えるだけでいいので、手間なく角丸のサイズを変更できてすごく便利です。さっきの M の角丸と比較すると少しとんがった印象がありますよね。今回はね、古いプリクラを脱するために体格だけ角丸におしゃれを目指してみました。ちなみにこちらの写真はインスピックというので印刷していて、裏がねシールになっているのでこのまま貼れてすごく便利です。印刷する時もスマホから直接プリンターに Bluetooth で飛ばせるし、インクも不要。詳しくはね過去の動画で紹介しているのでぜひチェックしてみてね。角丸にするだけで剥がれにくくて、しかも垢抜けた感じが出ました。はい、先日のねYouTube ライブご覧いただいた方ありがとうございます。そこでも発表させてもらったんですが、来年の春にちょっと県外に引っ越すため実店舗がね閉店になりますと発表しました。ちょっといきさつについてはそのライブ配信ご覧いただければと思うんですが、引っ越しが決まったので家のものをねこうちょっと処分し始めているんですけど、福岡市ってLINE でね粗大ごみの依頼とか支払いができるんですよ。すごい便利で、コンビニまでねチケット買いに行ったりとかしなくて OK で、なので暇さえあれば売れるものはね売りたいなと思うんですけど、もう売れない机の足だけとかちょっとなんでそんなもん残してんだっていう感じなんですけど、もう売りようがないものとかはこうちょこちょこ今粗大ごみとしてね出してまして、物がね減るたびに結構スッキリするんですよ。これが断捨離ってことなのかなって思いながら、でも文房具が好きとかアナログが好きな人ってこう荷物なかなか減らせないと思うんですよね。こう書き物とかが道具がねあるから、皆さんどうやって管理されてんだろうってちょっと疑問に思ったという、なんかねいい方法あればコメントとかで教えてください。最後までご覧いただきありがとうございます。年内に5万人登録者いけたらいいなと思って頑張っているので、よかったら登録ボタンポチッとお願いします。またね。